日本に来た外国人観光客たちに面白い現象が起きています。帰った後、うつ状態になって何も手がつかないという外国人が続出しているのです。ただの旅行だろ？人生レベルで感情を揺さぶられる？理由は何なのって思いませんか？僕は海外33カ国に旅行したことがあります。そしてこの違和感の正体がはっきり見えてきました。僕もその気持ちとてもわかるからです。この動画では海外の掲示板レディットに投稿された声を見ていきます。具体的には日本うつ病と呼ばれたコメントを9つ解説します。やらせかと思うぐらい衝撃すぎるコメントたちでした。ぜひ最後まで見てくださいね。まず投稿文を見ましょう。日本旅行した後、鬱になった。私は日本を体験できたことに心から感謝しています。この魅力的な国から世界は学ぶべきことがあまりにも多い。特に人々がお互いに尊重し合う姿は一生忘れることができません。時間を巻き戻せるならどんなことでもするのにという話でした。これ見てみると面白かったのは尊重という単語出てきますよね。観光だけじゃなく人のあり方に感動しているって話ですね。これは形式や食事では起きないこと。さらに時間を戻したいという表現ありますが、これは満足を超えて素質の感情が出ていますね。この後ですね、30ぐらいのコメントありましたが、9種類に分けて説明していきます。まず1つ目読んでいきます。どう対処するか、次の旅行を計画することだ。5回も行ったのにまだ足りない。日本の文化はいい意味で不公平なんだ。人と関わる楽しさに満ちている一方で、過労で倒れているサラリーマンもいる。背中の曲がったおばあちゃんが、それでも笑顔で完璧なサービスをしてくれる。そして清潔な街並みがあるって話です。ここで不公平という言葉ありますよね。これで大事でして、快適さと犠牲が同時に存在している点に衝撃を受けているかもしれません。倒れているサラリーマンも見たり、背中曲がっているっても親切なおばあちゃんを見たりしています。日本もいろんな側面がある。そのような環境の中でも個人個人が努力して相手をリスペクトするような形を見せてくれている。そういう側面で見て感情が揺れているかもしれません。コメント2つ目。これは3人が書いています。まず1人目。今まさにこのスランプの中にいます。日本旅行から帰って5日経ちましたが、家に戻ってから気分が沈んでいます。どこに住んでいるんですか？私はスロベニア出身です。日本から帰った後だと人々がとても思いやりに欠けているように感じてしまい悲しくなります。ここで重要なのは人が変わったというより認識が変わったという点もあります。日本基準に上書きされて母国の日常が相対的に見えるってことですね。自分が今まで持ってた価値観の再構築が起きている状態なのかもしれません。コメント3番目見ていきます。いろんな人が書いてます。いやー、これみんな同じだよ。毎年行ってるけど、これはね、もう一度日本に行くまで消えないよ。約束する。2024年4月に行ったけど、この感情は未だに消えていない。すぐ日本に戻るつもり、戻らなきゃいけない。帰国して約1ヶ月だけど、まだこの鬱が続いている。これわかる。2週間の旅行の後、仕事復帰の初日。アメリカっていつからこんなに汚かった？前からそうだったのはわかってるけど、旅行でそれに気づかされた。っていう話でした。解説しますと、特徴は長期的に続いてるって話と、また日本に行きたいって話が出ていますよね。これが1週間、1ヶ月とかじゃなくて、それ以上に継続して、それを解消する手段がもう一回行くしかないっていう人たちです。日本の快適さとか清潔とか接客に脳が適応し、帰国したらその環境がなぜかストレスを受けてしまう。現実が変わっているのではなく、日本にいて基準値が引き上がって、母国に帰ったら変わって見えているって話ですね。4番目のコメント見ていきます。帰ってきて改めて思いました。アメリカでも最大級の都市に住んでいるのに乗れる乗り物の選択肢は2つだけ。1時間15分かかる遅い電車か、日陰のない道を長く歩くか、もしもう一つあるとしたら30分から50分近くかかって50ドル出さないといけないようなウーバーで買えるか。日本では公共交通機関に乗るだけで楽しい体験でした。ここまで完成度が高いものがあるなんて衝撃です。またすぐ行きたいです。解説しますね。ここはインフラの格差を感じてしまった話だと思います。自分が住んでいたところでは1時間半近くでも日本は30分ぐらい。
その他で言うとコストありますよね。ウーバーで$50払ってると言いましたが、多分1万円近くなんです。新幹線レベルですよね。でその方は日本に来て移動は娯楽というふうに認識していて、都市の規模が同じだったりとか、向こうがもうちょっと大きくても、日本に来たらこういう世界もあるんだっていうところで嬉しくなるって話ですね。次5番目やってきます。昨日の夜、LA 空港に到着して、最初の3つの体験がこれだった。まず荷物受け取りに1時間半かかった。成田では30分ぐらいで終わっていたのにな。掃除した後とは思えないほど汚いトイレだったり、空港で感じた無秩序で失礼な周りの人々。羽田では女性スタッフが丁寧に荷物をそっと置いてくれた。LA 空港では荷物検査員の横柄な男性が荷物をコンベアに叩きつけた。その瞬間、戻ってきたなと分かった。解説しますね。ここはオペレーション品質の差の連続体験ですよね。まず待ち時間は向こうでは90分、ここでは30分ぐらいで、掃除の品質だったり、接触した時の高度まで空港という同一な空間、同一の機能で比較しても、差分が出ているって話ですね。特に荷物の扱い方は日頃のサービスを考えている時の文化の違いが出ていますよね。次6番目いきます。昨日日本への初めての旅行から帰ってきました。人生で最高の数週間だったのかもしれません。本当に楽しむことが多すぎました。最後の日、大阪で桜の下に座りながら、まだ帰りたくないと思った瞬間、自分がこの異世界を体験できたことの素晴らしさに気づきました。この経験は自分の住む地域をより良くしたいという気持ちも与えてくれました。ゴミを拾い、もっと礼儀正しくなり、日本の一つ一つを自分の生活に持ち帰る、そう思えるようになったのですという話です。ポイントは自分の内面が変わったって話ですよね。単なる観光して満足しましたではないです。行動や価値観の変化が生まれています。具体的には自分の地域の掃除しようだったりとか、礼儀を良くしようという日常生活レベルで反映されていますね。これは文化的な衝撃がポジティブに転換された比喩な例かもしれません。日本で体験して個人の社会参加意識まで高めるメカニズムを示しています。次、7番目いきます。私が住むアメリカの都市は日本好きが多く、デザインや自然などの日本的要素が豊富である。家でも日本のことを感じられることができる。ただ、日本のインフラの快適さは本当に恋しいです。他の人はこう書いています。英語教師や IT の仕事に挑戦したくなるほど日本の平穏さが好きです。夜遅くに散歩しても誰も邪魔をしない。コンビニはいつでも空いている。唯一の課題は言語学習。時間がかかるかもしれませんが可能だと思います。解説しますと、ここは日常の平穏とか利便性の体験っていうのが核となっていますね。夜間は安全だったりとか、24時間のコンビニなど、日本の生活満足を感じているってことですね。そして海外、自分の国でも日本文化は部分的に再現できるかもしれないが、その完成度的なところで見ると、まだ感じることはできない。だからこそ素質感を感じていて、また日本に行きたいっていう要因になってますね。この人たち、本当やらせかと思うくらいみんな満足しているし、また行きたいって話していますね。もちろんこの人たちは観光客なので、住んでみないとわからない部分もあると思いますし、日本旅行して思ったよりは満足できてないって人もいるでしょう。でも、楽しんだ人たちは大体今日説明した通りの感覚だと思います。僕もそのような感覚でした。日本の皆様の中にはもう来ないでほしいと思う人もいると思います。街を歩けなくなりますし、迷惑な人がいますよね。ゴミ捨てられたりとか、喧嘩かけてきたりとか、そういった観光客ニュースに出ますよね。本当にその気持ちは僕もよくわかります。今、この時期は、観光客の数の規制だったりとか、混んでいるところがあまりにも混んでるじゃないですか。観光客をいかに分散させるか、マナー教育をどのようにさせるかなどを考えるべき時期なのかもしれません。僕も最初の日本旅行でこの国は学ぶことが多い。素敵だなって本当に思いました。それがきっかけで日本留学を来て、
このように皆さんと話せている。大事なのは日本をリスペクトする人、日本の考え方に賛同する人を増やして、迷惑行為を起こしているような人たちをいかに減らせていけるのかってことを進めていくっていうのが、個人的には大事なのではないかなって思っております。ただし、外国人問題ってとても難しい、いろんな考え方があると思いますし、貴重な話だと思っております。はい。今日のお話は以上です。もし面白かったらチャンネル登録ぜひお願いします。以上、かかでした。